この動画は、東方プロジェクトの二次創作です。皆さんこんにちは。毎度おなじみ、清く正しい、幻想郷の伝統分野、社名丸綾と、助手のフランドールスカーレットです。フランさん、今回の取材は久々にこちらから仕掛けますよ。お姉ちゃんの本領発揮ね。それで、今日はどこへ行くのかしら？今回の目的地は、死者の集う世界、冥界です。そして、その冥界に存在する広大な屋敷、迫力楼の主である、西洋寺優子がメインターゲットです。幻想郷以外のところへ行くの？幻想郷は今、真夏ですからね。冥界にも四季はありますが、体温が非常に低い幽霊たちが集まる場所なので、夏は涼しく、冬は寒いです。夏の間だけなら快適に過ごせそうです。つまり、暑いのが嫌だから冥界へ行くのね。フランさん、新聞記者というものは、本音は包み隠して、耳当たりの良い言葉を選ぶのが重要なのですよ。それに夏といえば怪談話はつきもの。ゆうこさんは亡霊なので、色々ネタにもできそうですからね。それでは早速参りましょう。伊達に弱見てねえぜ。というわけでやって参りました。冥界です。ここは基本的に命ある者は存在せず、閻魔様の裁きにより罪がないと認められた死者が、成仏するか、転生するまでの間を幽霊で過ごす世界です。死んだ人しか来れない世界なのに、随分と簡単に入れるのね。桜が咲く季節になっても、冬が終わらないという異変が過去にあって、後にこれは、春節異変と呼ばれるのですが、この異変以降、あの世とこの世の結界が修復されず、薄いままとなっているのです。結界が修復されないのは謎のままですが、そのおかげで冥界への行き来が簡単にできるようになったのですよ。生きたまま死者の世界に入るって、なんだか不思議だわ。でも、私たちが入ってこれるってことは、幽霊の幻想郷へ出て行っちゃうんじゃない？もちろん幻想郷へ行ってしまう幽霊もいます。その場合は迫力楼に住む、半人半霊の庭師が幽霊たちを連れ戻しているのです。ゆゆこさんのお世話もしていますから、迫力楼へ行けば会えるでしょう。しかしゆゆこさんは仮にも6ボス。こちらはそう簡単に会えないかと。あら、こんばんは。あ、どうもこんばんは。やっぱり6ボスですから、最後の最後に。ちょっと待ってください。何いきなり出てきてるんですかゆゆこさん。あら、6ボスが1ボスで出てきちゃダメなんて決まってないわよ。それはそうかもしれませんが、普段あまり活動的でない、デブ賞のあなたがなぜこんな時に限って失礼ね。誰が太っているのよ。そんなこと一言も言ってませんよ。私だって楽しそうなことがあれば積極的に動くわよ。楽しそうなことですか？何か催し物でも？ふふーん。教えてあげない。何でも聞いてちょうだい。そうね。お団子の数が3つだから、3つだけ質問に答えてあげる。3つも聞ければ十分です。ではお聞きしますが、今言った楽しそうなこととは一体？それはね、あなたたちのことよ。私たちのこと？それはまるで、私たちが今日冥界へ来ることが分かっていたような言い方ですね。では、次の質問ですが、はい、そこまで。お団子がなくなっちゃったから、質問は締め切りよ。この亡霊は、お経でも唱えてやろうかしら。亡霊のお姉さんは、私たちと遊びに来たの？そうね。半分正解、半分不正解ってところかしら。それより、もっとお姉さんって呼んでいいのよ。お姉さん。ふふふ。じゃあ、お姉さん、今は気分がいいからヒントをあげちゃう。あなたの知りたがっている答えは、迫力楼の庭に行けば見つからないわ。迫力楼の庭ですか？ヨウムさんの写真も撮りたいですし、ちょうどいいかもしれませんね。お姉さんの写真も、そこで一緒に撮りましょ。ふふ。あなたにはいっぱい撮らせてあげるからね。でも、私を撮ると、心霊写真が写っちゃうかもしれないわよ。ゆゆこさんが写ってる時点でもう心霊写真だと思うんですが。それでは私たちは、迫力楼へ向かいますので、ゆゆこさんも後で来てくださいね。私はもう少し散歩してから帰るわね。業務にもあなたが来ることを伝えてあるから、くつろいで行ってね。そう。ちゃんと伝えてあるわ。天狗が来たら、きれってね。どうしたのお姉ちゃん。何か考え事？いろいろ気になることがありまして。少なくとも、念のために持ってきたこの剣と盾は無駄にならずに済みそうです。それってもみじちゃんの剣と盾？私のような、報道担当のカラス天狗には支給されませんからね。こっそりと借りてきました。まあ、里の100均で売っている安物ですが、コスト削減の煽りを食らうのは、いつも末端ですね。妖怪の山も、不況なのね。
フランさん。しゃがみガード。こんなところにあなたがいるなんて珍しいですね。ランさんからお使いでも頼まれたのですか？お使いよりも、もっと簡単なことさ。あんたの邪魔をするように言われてきたのよ。それは大変なことを任されましたね。天狗を止められるのは大スクープくらいですよ。ふふん。いい気になっていられるのも今のうちだよ。今手なずけている猫たちが、完全に私のしもべになれば天狗なんて怖くないわよ。そういえば猫の里なんてものを作っていましたね。その様子だと、猫たちはまだ、懐いていないようですね。あれからちょっとは懐いたわよ。今度は尻尾を食べられそうになったけど。全然ダメじゃないですか。それなのに一人で来るとは、天狗も安く見られたものですね。なら、チェン一人じゃないならどうかな？あやややや、ランさんまで来ましたか。一体何が目的で私たちの邪魔を。それは私から答えてあげることはできない。どうしても知りたいのなら、私たちという壁を崩していってみなさい。そっちがその気ならこちらも遠慮はしません。どんな壁だろうと私の壁で突き飛ばしてみせましょう。私の引き金は風をも切り裂く爪だ。行きなさい、我が引き、チェン。はい、ラン様ー。うぶー。ダメですラン様。あいつら、地獄の悪鬼な説の力を借りているとしか思えない強さです。チェン、私のチェンバー。化け猫と引き金は水に弱いというのは知っていましたが、これほどとは、弱点と弱点が重なって4倍ダメージといったところですかね。チェン、立つのよ。お前は転んでも泣かない強い子。天狗にだってきっと勝てるわ。ラン様。私、頑張ります。もう水も残っていない今が正気。行きなさい、我が引き、チェン。はいラン様ー。これはまさか。お察しの通り、また旅の粉です。やはり猫にはこれが一番ですね。こうなっては化け猫であろうと借りてきた猫同然、しばらくはおとなしくなるでしょう。また旅を使うなんて卑怯な。これが私たちの取材を邪魔したものの末路です。ランさんもこうなりたくなければ、素直に道を開けた方がよろしいかと。私にも与えられた使命というものがある。それに、チェンの仇も取らないとな。私はチェンとは桁が違ってよ。色々と。触ってもいいんだぞ。しかし触れたら最後、お前はこのキュウリの虜になるだろう。さあ、どうだ？ふわふわのモフモフだぞ。ふわふわのモフモフ。いけない。あれに触っちゃいけない。一度でも触れてしまったら、生地がランさんの尻尾の乾燥で埋まっちゃう。耐えるのよ社名丸あや。甘いですねランさん。そんなモフモフではこの幻想郷の伝統分野を止めることはでき。フランさん。お姉ちゃん、私はとうとう見つけたのよ。天国に一番近い場所を。連れの方は随分とお気に入りのようだ。ほら、天狗も一緒にどうだ？もみじ。帰ったら尻尾を好き放題いじらさせてもらうわ。私の尻尾の誘惑にも耐えたか。もう少し手入れをしておくべきだったかな。さて、これでよろしかったでしょうか。ゆかり様。お姉ちゃん、大丈夫？正直、あの誘惑はかなり効きました。取材でなければ私もモフモフの波に飛び込んでいたでしょう。テンプテーションの見切りが重要な理由を身をもって知りました。私はクイックタイムを使ったからよくわからないわ。それよりお姉ちゃん、やっと着いたみたいよ。まだ何もしていないのに、随分と疲れたような気がします。しかしここからが本番ですね。早く取材を済ませて、もみじの尻尾をも振り倒しましょう。ようこそ迫力楼へ。歓迎しますよ。歓迎している人はそんな殺気立つものではないと思うのですが。それに、私はただ取材に来ただけですよ。天狗が来たら焼き鳥にしろとのご命令です。おとなしく裁かれてもらえませんか？切られるのも嫌ですが、焼き鳥はもっと嫌ですね。私のおすすめは焼き集めうなぎですよ。ゆうこさん。あら、それも美味しそうね。でも、あなたも味見してみたいわ。ダメよ。お姉ちゃんをかじっていいのはフランだけなんだから。フランさん。私はかじるものでもないんですが。お二人とも、とりあえず、中庭へ案内します。ゆうこ様、それでよろしいんですよね？ヨウム。私は確かにキレと言ったわ。でもね、物はよく噛んで食べることが大切なのよ。たとえそれが、言葉であってもね。いつ見ても美しい枯山水の庭ですね。無益な争いはせず、お茶でも飲みながら取材をさせてもらえると嬉しいのですが、いつもならそうさせてあげてもよかったんだけどね。
これもヨウムのためだから勘弁してね。これって私のためだったんですか？ゆうこ様。ためになるかどうかはあなた次第よ、ヨウム。お姉ちゃん、そんな格好で動いて大丈夫？大丈夫ですよフランさん。ちゃんと対策はしてきてありますから。外の世界から流れ着いた体操機でもよかったのですが、鬼の一人を思い出させる格好になりましてね。やっぱり鬼は苦手なのね。さあさあ、ここはヨウムと天狗に任せて、私たちは向こうで見てましょう。お姉ちゃん、頑張ってね。なんだかよくわかりませんが、切ってみれば真実は見えるはず。迷いを断ち切る白老剣、そして妖怪が伝えた老眼剣。この2本さえあれば、切れないものはあんまりない。白老剣に老眼剣。どちらも名刀と呼ぶにふさわしいですね。しかしこちらも安物とはいえ、白老天狗が使っている剣。いわば白老剣。切れるものはそこそこは、工場を述べている時に攻撃とか、特撮だったらリテイクですよ。すいませんね。私そういうのはあまり詳しくないので。いきなり何しようとするんですか？いやー、顔が近かったのでつい。お姉ちゃん、浮気はダメよ。わかってますよフランさん。さあ、まだ続けますか？あやややや。どうです？天狗は早いでしょう？さすがヨウムさん、鋭い立ち筋です。こちらもとっておきで勝負しましょう。さあ、私のスピードについてこれるかしら？どれだけ相手が速くても、動いているのは一つだけ。意識を集中させれば捉えられる。ヨウム、なんだかうどんが食べたい気分だわ。ゆうこ様、少し静かにしてください。私のスピードを捉えるとは、さすがの集中力です。しかし、私の動きに集中しすぎたのが命取りです。何を負け惜しみを。うわ。何これ。私の姿を模した人形です。少し前に、フランさんがアリスさんのお世話になったみたいなので、そのお礼に行った時にいただいたのです。けどそれ、資料を見ながら作ったらしいのですが、全然私に似てませんよね。私はもっとカラスのようにしなやかで、いや、そんなことより、これ、アリスさんの人形ということで、当然それも爆発します。ヨウムさんのまっすぐさは、時に足かせとなりますが、それもまた魅力でもあります。さらなる成長を願って、今回の勝負は伝統の爆発落ちで締めとしましょう。ゆうこ様。ヨウム。ちょっと焦げちゃったわね。すみませんゆうこ様。不覚を取ってしまいました。あなたが負けた理由、もうわかってるわよね。はい。天狗の速さに気を取られすぎて。今思えば、人形に気づかせないためのおとりとも言うべき動きでした。それに、私のペースを乱すようなことも。ちゃんとわかっているようね。どう？よく噛んで食べるって大切でしょ？よく噛んで。まさかゆうこ様。よく噛んで食べれば、物の味が見えてくる。それに、隠し味にも気づくことができるわ。ヨウム、今回の天狗が私の用意した料理よ。この味を忘れないでちょうだいね。私のためにここまで。ゆうこ様ー。よしよし。だってあなた、言葉だけで言ったら辻切りになっちゃうもの。わかりやすく、相手の行動の裏を読め、とか、何事も疑ってかかれ、と言った方がいいと思うんですけどね。まあ、ゆうこさんらしくていいですか？お姉ちゃん、今がシャッターチャンスよ。フランさんもだいぶ板についてきましたね。そして、今回の見出しはこれで決まりですね。物はよく噛んで食べましょう。こう見ると、親子みたいですね。失礼ね。私まだそんな年じゃないわよ。さあ、ヨウム。お腹が空いたからご飯を食べましょ。わかりましたゆうこ様。よく噛みます。
この影響の受けやすさも、ある意味才能なのですかね。私の言っていた面白いことはこれでおしまい。あとは答え合わせだけね。じっくりと回答を聞きたいと思います。ふふ。答えのない疑問に答えが出るといいわね。さて、そろそろ出てきたらどうですか？ゆかりさん。あら、とうとうバレてしまいましたわ。白々しいですね。冥界に入ったあたりから視線を感じていましたが、蘭さんが出てきたことであなただと確信しましたよ。それなら話は早いわ。今回の冥界から迫力楼までのことは、全部私と優子が仕組んだことなのよ。全部って、最初から最後までですか？一体なぜこのようなことを？ふふ。それはこの幻想郷を、あなたたちを見ている人がいるからよ。普通に取材を終えたらつまらないものね。幻想郷を、私たちを見ている人？そう。遥か遠い世界にいて、限りなく近くにいる人たち。その隣人は、今も幻想を見て、幻想を描き、奏で、幻想を作っているのです。結局何が言いたいのですか？あら？私はもう答えを言いましたわよ。答えだけじゃ数式だと点数はもらえませんよ。そう。重要なのは答えじゃない。どう考えるかなのよ。さあ、私から言うことはもう何もないわ。山に帰り、存分にデタラメな新聞を作りなさい。あなたと話していると、本当にデタラメなものになってしまいます。とにかく、こんなことはもうしないでくださいよ。なるべくしないようにしますわ。今回の幻想のお話はこれでおしまい。あなたにはどんな幻想郷が見えているのかしら。そちらの世界で、あなたが忘れ去られたら、聞かせてちょうだいね。それじゃあ、幻想の世界で、また会いましょう。久々にこちらから仕掛けた取材なのに、ゆうこさんとゆかりさんの手の上で踊らされていたような気がします。お姉ちゃん、フランたちを見ている人って、外の世界の人なのかしら。いけませんよフランさん。ゆかりさんの言うことを真に受けてはいけません。あの人、いつもそういううさんくさいことばかり言ってるんですよね。でも、いつも誰かに見られている気がするわ。とても遠い目の前から。それは妖怪があなたを食べようと見ているのですよ。お姉ちゃん。はい。食べてもいいのよ。いや、私のことじゃないですよ。あら、ダメよ。こんな小さい子に手を出しちゃ。うわ、出た。お化けが出たわけじゃないんだし、そんなに驚かないでほしいですわ。追い払える分、お化けの方がマシですよ。お姉さん、またお話を聞かせてほしいわ。私の話を聞くと、ろくな大人にならないわよ。自分で言わないでください。そうそう。今度ランさんに会いに行ってもいいですか？あら？ランに何か用事でも？正確には、ランさんの尻尾に用事が。ランも面倒なのに目をつけられたわね。なんですかいきなり。ダメです。尻尾はダメです。いいじゃないのもみじー。減るもんじゃないし。減る？いろいろ減るってば。